認証業務における自主権を立ち上げようと思ってます。ね、だから認証業務って何、どういう情報でどういうものが流れてるの、どういう工程なのっていうね、ちゃんと物差しを作りましょう。ね。依頼する側ともらう側で意思疎通ができないから、どんな試験やればいいのっていう細かい手戻りもいろいろとここでは起きておりました。1車種で約1300ページに及ぶ書類になっております。これはもう会社全体の風土としてあったんですけども、日程重視のプレッシャーっていうのがあって、認証現場にですね、全てしわ寄せを持っていってしまってた。皆さんが自主権をやってくれたおかげで、本当に分かってないことがいっぱい分かったと思うんですね。ここで分かり始めたってことは一歩前進だと思います。トヨタイムズ富川悠太です。今回はトヨタグループで相次ぎました認証問題についてお伝えします。2022年から日野自動車、ダイハツ工業、トヨタ自動食器、そしてトヨタ自動車で車の量産に必要な型式指定を申請するための認証試験などで問題があったことが分かりました。7月31日にはトヨタ自動車に是正命令が出されまして、再発防止策を国土交通省に提出しています。まずは再発防止策を提出した直後の佐藤浩二社長の発言からお聞きください。今回の認証の問題に関しましては、やはり経営と現場の両軸で大変多くの課題があったと認識しております。改めて経営の責任を認識しつつ、再発防止を先頭に立って全社一丸となって取り組んでいくということを約束申し上げました。やはり我々が反省すべきことがまず2つあると思います。1つはやはり国連法規まで含めて、法規認証の全体像に対する理解、これがまだまだ甘かった。もう一つはやはりエビデンスの残し方です。この部分はやはり現場で届け出をするところまでの努力が非常に強く払われているわけですけども、届け出が行われた後に第三者から見たらしっかりと分かりやすい形が残っているのか、体系的に残せているのかという点で非常に我々の管理体制が評価を見た時にも我々自身が改めて振り返っても十分な状態ではなかったです。まず足元で決められたことを決められた通りにできていない会社なんですね。ですからそれはもうやっぱりやってはいけないことをやってしまった会社なので、真摯に反省をしてまずそれを改善するっていうところに集中すべきだと思っています。会長の豊田も私も今一生懸命取り組んでますのは、我々が現場に行くっていうことなんだと思っています。先日もショート試験の現場に私自身も行って、やっぱり私も実は開発をずっとしてきた人間ではあるんですが、その頃見ていた景色とやはり今の最新の開発の現場の景色にはやはり少し時代の違いがあって、現場のことを分かっているかというとやはり分かったつもりになってた部分だろうかと思います。だから会長の豊田で言えば、本当に一つ一つの現場の仕事がどんな前工程から自分のところに仕事が流れてきて、どんな後工程に回すのかというの全体をやっぱりしっかり見えるようにしていくことだよね。その中で上がってきた疑問を一つ一つ潰していくことだねっていうのを会長の豊田が先頭に立ってですね、現場でこれ一個一個やってます。そういう意味では会長社長が待っていて会議室で何か報告を受けて管理するんではなくって、会長も社長も自分たちが現場に行く、こういう取り組みで声が上げられやすいようにしていこうと、それが基本的な動きに取り組んでいただけた。佐藤社長が言っていました豊田会長が現場で先頭に立って一個一個やっているという、その現場について後ほどご覧いただこうと思っておりますけれども、その前にですね、そもそも認証制度とはどういうものなのか、私なりに柔らかく説明おさらいしてみたいと思います。まず認証というのを漢字で思い描いてください。認めて証明すると書きますよね。これは車に置き換えると、車の何を認めて何を証明するのかと言いますと、例えば自動車メーカーが新しい車を作って量産したいとします。
ただ何千台何万台何十万台と一台一台試験を行って販売できますよって認めるのは現実的ではないです。数が膨大です。検査機関の負担にもなりますし、自動車メーカーの負担にもなります。そこでこの車なら安全ですよ、環境基準満たしてますよというのを試験を行って証明できていれば、国としてもそれと同じ車だったら作っていいですよ、量産していいですよと認めることになります。これが型式指定というものです。つまり型式指定を取れれば自動車メーカーとしては量産する車を作ることができるということになるんです。では今回どこでどのような問題が起きていたのかというのを見ていきます。こちらの表をご覧ください。こちらは型式指定を申請するための認証システムです。認証システムにはメーカーの自己認証と政府認証がありまして、メーカーの自己認証ではメーカーが責任を持って基準適合を確認した上で車両の生産販売をします。そして当局は必要に応じて市場から車両を購入して抜き取り試験を行うというものです。一方もう一つの政府認証というものは認証機関の審査官による立ち会い試験とメーカーが自ら試験を行って審査機関が確認する、この2つに分かれています。で今回問題があったのがこの先です。赤く囲まれている部分、メーカーが実施する認証試験と開発試験での有効データを認証データとして提出する、この部分なんですね。このプロセスというのが非常に複雑なために今後二度と同じ問題が起こらないようにトヨタグループではそれぞれの会社が動き出しているんです。それがトヨタグループの責任者として豊田章男会長が立ち上げた章男塾法規認証 TPS 自主研究会です。認証試験を含む企画から開発、量産に至るすべての工程を見える化しまして、そこに TPS トヨタ生産方式を利用して不正につながりやすい複雑さであったり仕事のやりにくさというものを取り除いてしまって、もし異常なものが起きたらそれをすぐに発見できたりすぐに対処する行動をできるというシステム作りを進めているんです。それでは章男塾法規認証 TPS 自主研の模様をご覧ください。はい、どうも。ありがとうございます。じゃあお願いします。本日はですね、塾長の豊田会長をはじめ、日野さん、大発さん、書記さん、それぞれのですね、経営トップの方々をお迎えしております。愛知県碧南市にあるトヨタ自動食器碧南工場の一室。なぜ認証問題が起きてしまったのか、そしてどのように変わろうとしているのか、トヨタ自動車をはじめトヨタ自動食器、ダイハツ工業、日野自動車の4社が現状を共有する場が設けられました。その発端となったのはグループの責任者豊田章男会長の言葉です。今回不祥事として話題になった自動食器、ダイハツ、日野ね、この3社で僕はね、認証業務における自主研を立ち上げようと思ってます、ね。それで、なぜ自主研を立ち上げるかというと、認証業務って何、どういう情報でどういうものが流れてるの、どういう工程なのっていうね、ちゃんと物差しを作りましょう、ね。それは異常ですよということが誰でも言える環境を作ってあげること、これがね、僕必要だと思います。それからおよそ3ヶ月が経った6月、日野、ダイハツ、豊田自動食器に続きグループ内で問題が発生しておりますことに対しまし、トヨタグループの責任者としてお客様、車ファン、すべてのステークホルダーの皆様に心よりお詫び申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。トヨタ自動車も国の定める基準とは異なる方法で試験を実施していたことが判明し、記者会見を行いました。私自身もね、この認証制度というのが
よく理解できておりませんでしたので、すぐさま4社、集め、そしてそのいわばその秋尾塾法規認証 TPS 自主権、という名前でですね、各社から選任された改善チームがですね、企画から開発設計生産準備に至る認証に関わるすべてのプロセスを現地現物で調査をし、物と情報の流れ図を記して手戻りや不具合が発生している工程に関し、原因追及と対策を実施したわけであります。トヨタ生産方式自主研究会、通称自主研。経営トップと現場が一体となり TPS の着眼で自分たちの仕事のやり方を見つめ直し改善する、人と組織を鍛える活動です。トヨタ自動車ではものづくりの現場だけでなく、2020年からは経理や開発の部門など、いわゆる自技系と言われる職場でもこの活動が行われています。そして今回相次いだ認証問題がきっかけとなり、グループ各社でも TPS 自主権が始まることに。目指すのは改善を通じたより良い仕事の仕組み作りです。例えばある工程で不具合が発生すると、前の工程に戻って修正をする手戻りが発生します。こうした不具合の発生をどのように抑えるのか。安全管理で用いられるハインリッヒの法則になぞらえ、大きな不具合の背景には多数の仕組みの課題があるという考え方のもと、ネックとなっている部品や工程を特定した上で、物と情報の流れ図という改善の道具を用い、仕組みの課題を徹底的に洗い出すことから始めました。今回のトヨタイムズではその TPS 自主権の中間報告の様子をお伝えします。お願いします。この自主権のリーダーをさせていただいております奥平と言います。よろしくお願いします。まず食器としましては、どんな部品だとかどこの工程でのネックがあるといったところを抽出したところですね、やっぱりエンジンの ECU の制御ユニットですね、そちらの開発のところでのやっぱ不具合が多いということが分かりましたので、我々としてはそういったところのエンジンの ECU の開発のところにフォーカスを置いて物と情報の流れ図を描きました。ここでいう不具合とは、作業の手戻りややり直しのこと。なぜそうしたことが起きてしまうのか。まずは試験計画の観点から詳しく紐解きます。で適合者はまずここで試験計画を立てます。じゃあこの計画はどうやって立てるのかというと、先ほどありましたけど、車両の仕様がいっぱいありますとか、エンジンの運転の制約、温度だとか圧力だとかで、あと後で出てくる法規で開発目標、でこういう情報をこの担当者は自力で集めてます、だから経験のあるやつと経験のないやつでは計画に差が出るいうような状態になってる。で計画ができて評価して完成品検査として木下の監査を受けるというようなのが今の流れです。ここが不明確なもんですから、でさらに作業指示、どんな項目をどんな品質条件で優良品条件で品質基準でやればいいんだというようなことが全然曖昧だ。さまざまな仕様や複雑な条件には不明確な部分が多いため、試験計画の段階で仕事のやり直しや追加の業務が発生していたのです。こうした停滞を防ぐためには、基準をより明確にしていく対策を進めていく必要があります。今回目指す姿としては、後工程である機能主査の方から今回新たに作成した適合指示看板というものを発行していただいて、仕事のやり直しを撲滅しようと考えております。この適合指示看板にはですね、適合の業務を流せる条件、例えば目標値であったり試験方法というところが品質基準、良品条件として明確に記載されておりますので、適合業務のやり直しであったりだとか追加試験というところを撲滅するということを考えております。
こちらが適合指示看板の全体像になっております。まず縦軸にはですね、先ほどご説明のあった監査項目、204項目が並んでおります。で次に横軸ですけれども、横軸には縦軸と同じ監査項目が204項目並んでおります。なぜこういう立て付けにしたかというところなんですけれども、適合業務はですね、何かの性能を上げると何かの性能が下がるというですね、相互関係が非常に複雑に絡み合っております。それが4項目全てにおいて、起こり得ることになります。例えば例で申し上げますと、トルク出力というものを持ち上げると、法規制である排気性能が悪化すると、こういうことが起こり得るんですね。それを見えるようにして、影響のある項目には丸、影響のない項目にはグレーアウトというところをすることで、それぞれの性能が。新人の育成ってどうやってやるんですか？もう背中見るしかないんです今。背中？はい。見よう見まね。見よう見まね。でも時間かかりますよね。時間かかります。これ。あらかじめ看板で指示を出すことによって何か問題が起こった時に分かると、ね、あとは初動をね、磨いていけばいいんだから、それでこれ私新しいエンジンがね、投入されるとまたこれゼロから使えるんですけど、それとも変化点を出していくの？メンテナンスね。そのメンテナンスがまたあれですよね。何か変化が起こった時にメンテナンスできるかどうかが、この活動が継続的にできるかどうか。仕事のやり直しをなくすため新たに作られた適合指示看板。曖昧だった指示が明確になり、分かりやすく仕事ができるように変わり始めています。そして近年特に複雑化しているのが法規への適合です。ここにも停滞の原因がありました。我々担当者の仕事っていうのは、それぞれの項目に、合致してこの法規要件っていうのがあるんですけど、その法規要件を満たしているというエビデンス、データを出さなきゃいけないっていうのが一つになります。で、法規要件を確認するんですが、こういうふうに書いてあって、ちょっとわからない。で、そういったところに時間がかかってしまって、なかなかエビデンスに作成到達できないということがありました。でですね、これらのそういったところの丸ごとをですね、改善後になるんですけど、この水色の項目を追加することによって、明確化しました。例えばですね、試験方法、こちらどういうふうにやるかっていうことで、まずここエクセル上でクリックすると、すぐこういうふうに試験方法が出てくるという形にしたり、あと試験条件ですね、どういった環境でやるんですかとか、ハードなんですかというところを明確にしたり、最終的なエビデンスはどのような形で出すんですかっていうのをですね、実はクリックするとこういったエビデンスを出しましょうという。だからいいステップだよね、これ。いいステップ。さっき思いやるけど、これね、やってあげた方がいい。これは誰か気づいた人がやりきること。ね。で全部この世代でできなかったら次がやりきること、これやりきらないといけないから、まだまだね先大変だと思いますけど。で私30年以上、この適合という業務に、携わってますが、先ほど言った204項目も監査項目があるだとか、機能審査の監査基準がこれほど曖昧だとか、改めてこの活動を通じて認識したというなってます。でもその30年のね蓄積があり、今気づいたからこそね、とんでもない武器になるってこともありますから、だからやっぱりいろんな形でねご支援いただきたいというふうに思います。ありがとうございました。いつかとんでもない武器になる TPS 自主研を通じて、現場の困りごとや業務の難しさへの理解が進んでいます。続いてはエンジンを動かす試験装置テストベンチを使い、適合試験を行う現場での改善事例についてです。今回特別な許可を得て実験エリアに入りました。代表的な停滞事例として挙げられたのは3点です。試験計画の見積もりが荒く、実際の試験時間と乖離している。部品・備品の準備に漏れがあり、やり直し。データ・ソフト確認で一旦ベンチが停止。
試験科の作業員はその間手待ち。そこであるべき姿としましては、適合グループ試験科が計画通り定時内で手待ちなく仕事ができることを描きました。実際に試験を実施する試験科に対して看板と順序に相当する正確な試験計画、実際に試験をするための材料に相当するエンジン、これらの仕掛けの3要素が揃った状態で試験をすること、また現場の生産管理板やアントンのように万が一異常が起きた場合には異常を見える化し、試験計画通り試験が進まない要因を潰していく仕組みが必要と考えています。そこでベンチの稼働状況を見える化し、異常管理を行う仕組みも報告されました。ベンチ稼働状態の正常異常っていうのが目で見えるようになりまして、あとはこの生産管理板を使うことによって、異常が発生した場合、作業者がもう入力してくれているので、異常の情報共有が早くなってベンチフォローに入りやすくなりました。いや、そのツールもね、完璧なものを最初から作ろうと思わないわけですよ。そういうツールはもう改善の道具、できたら内製で。信号だけ出してもらえればさ、あとはシーケンサーとかハンドは自分たちでやらない。それでこの活動が進む上でね、そういうツールも同時に成長していくっていうのがね、ベストなような気がします。わかりました。はい。さらに試験計画書を作成している若手ならではの悩みも。まず改善前のところですね、こちら例えば指摘ないターン諸言一切あるんですけども、私もまだ配属されて3年目で、ちょっと前まではど新人だったんですけど、こういう計画書を書いている中で、試験官の方と打ち合わせをすると、このターン諸言どうなってるの聞かれて、自分は金板を書いているつもりで、これで大丈夫だろうと思っていたら、そのターン諸言でどうなってるのと聞かれて、ターン諸言って何だってところから始まって、でそれを自責に持ち帰って、考えて、修正して、でまた打ち合わせをして、っていうのを結構繰り返すっていうのがありました。今一番やってもらいたいことは、やってもらいたい。やってもらいたい。自分も一生懸命やってますけど、ね、こういう協力もらえたらいいなとかさ。こういう場で言っちゃった方がいいよ。私入試まだ若手なんですけども、他社さんは例えばこういう評価、計画書1枚でもどういうふうに書かれていて、そういうのね。実際のやってやったよな。製造って結構ね、そういう交流があるんだけど、あるから技術ってない。ないんだよね。やり方に関してはね。そういうのもあるんですよ。同じことを大学でも言ってまして。そういうこと？どんどん交流させていただいて。まずはこの中で交流してみるべきだよね。そうね。いやいやこれ。日野も。ね。うちも同じようなことを課題にしてますんで、一緒に入れたら。共通の悩みとか。あると思う。すごくありますね。ありがたいです。この実践投資、私自動車の設計、運搬設計をしてます。で、なかなか TPS、やっぱりそこまで学ぶことができなかったので、正直ですね、実際こうやっていく中で、リードタイムを縮めることが、どうしても作業者の時間を短縮してしまって、でそこに新たに追加で仕事をできるそういう形になるので、実際当初はですね、負荷が上がってしまうんじゃないかな、そういう気で持ってました。でこの活動で本当にこの TPS を学んだ上で、まずは改善で無駄がなくなり、一人一人の本当にその意味のある仕事をしてもらえる。でそれでそういう考え方を持てば、むしろ楽になるんじゃないかな。そう楽にね。それが大事。すぐ TPS かつね、リードタイム短縮っていうと、仕事を急がせるとか、効率化とかね、そういう言葉ばっかり出てくるでしょ。でも本当はね、楽にさせよう。楽イコール楽しいだからね。やってる人が楽しいと思う仕事をね、作ってあげるのが僕 TPS だと思います。ここ認証にかかった人たちなんでしょ。できっと皆さんね、こういう仕事に関わることによってね、ご家族ご友人いろんな方含めて心配されてると思いますね。それを今ねこの改善チームが他のトヨタグループの会社と協力をしてみんなに分かるようなね物差しを今作ってますね。そうすると皆さんが今ね悶々とやってる仕事みたいなものももうちょっと自信を持ってまずは改善チームが
先手を取ってやってますから、ぜひねこの改善っていうのは改善チームだけのものでもない、トップだけのものでもない、ね、それをリードしているものだけのものでもない、全員が参加することによって本当にこのモヤモヤ感ね、モヤモヤ感を全員で解決できると思うので、ちょっと興味持ってくださいね。興味、知ろうとすること知ること、が大事だと思います。それで知ろうとして興味を持つ、それでみんなの活動にしていくってことが一番大切だと思うので、本当によろしくお願いをしたいというふうに思いますね。続いては日野自動車の中間報告です。日野自動車では社外にご迷惑をおかけする不具合というのがありました。そのネック工程を特定していきますと、エンジン制御にたどり着きましたので、これに着目して、今回の TPS 自主研活動というのを進めてまいりました。指示書の作成工程から始まりまして、開発適合工程、認証試験工程、そして最後の認可申請工程というふうになっておりまして、ここまででリードタイム、全体リードタイムでいきますと836日、組織数64、定体数94というふうになっております。主な停滞の一つが量産・販売の認可を得るための国交省への認可申請工程でした。申請のためのですね、必要になる書類というのがこちらが現物なんですよね。申請書というふうになっておりましてですね、書原図などから構成されていまして、1車種で約1300ページに及ぶ書類になっております。何か一つでも間違いがあるとダメになる。ダメになる。記載ミスなどで申請書の差し替えであったり、やり直しというのが発生しております。でその中には車検証の差し替えが必要になったリコールというような社外の、仕事を止めてしまうという事案もありました。なぜこのようなことが起きてしまったのか、物と情報の流れ図を書き、浮かび上がった仕組みの問題点とは。初現地の決定前に業務に着手してしまったがゆえにやり直しになってしまった。2つ目はですね、旧のフォーマットで申請書を作成してしまい、それによってやり直しが発生した。これはフォーマットであったりというのの管理運用する標準作業というのが整っていなかったという問題になります。こうしたやり直しなどを受け、国土交通省が規定している記載要領を正しく解釈し、記載するための3つの対策を計画しました。まず何がどのような状態であればいいのかを明確にするために、品質基準・良品条件を策定しました。次に人為的なミスを防止するためのポカよけの仕組みの構築、そして最後にこれらの管理運用をしっかりとしていくための標準作業の策定です。今回法規認証部として改めて申請書を項目ごとに分解しました、その分解した結果が記載内容構成表というものになっています。こちらはですね、縦軸に申請書の項目、横軸にはですね、文章や表といった資料の形ですね、それと具体的な内容を材料という形で表現しています。表で構成されていて、エンジンと関わる内容が記載されていて、出力値などが書かれているということがこちらから分かります。出力値というものが変更になった際は、他のどの書面に影響しますかということもこれで一目で分かるようになっています。さらに複雑な品質基準や良品条件をより分かりやすく整理し、記載の基準を明確にした表も作成しました。こちらも縦軸に申請書の項目を記載していて、それぞれの項目に必要な材料を今度縦に並べています。で横軸には品質基準と良品条件を並べていますが、品質基準は国交省が定めたルールを分かりやすいように紐解いて解釈して整理をしたものです。でこれに対して良品条件は、各材料はいつ誰が決めたものを申請書に反映するのかということを、書いてあります。これを作ってですね、開発の一部のメンバーにお見せしたところ、これだよというコメントをいただいてですね、これを作っていく自信に非常につながっていて、楽しくやれるようになりました。ただ人がやる以上、
人為的なミスは起こります。そのための対策も。記載が必要な項目はですね、このように色がついていて、不要な項目はこういった形で文字がグレーになります。記載先が必要な項目に対して、記載されていないとですね、バッテンという形で記載漏れが表面で分かるようになっていて、これで記載漏れを防ごうという母会系の機能になっています。以上が2つ。こういうのもさ、各社バラバラこういうの各社バラバラなんだろうね、今。そうですね。トヨタも同じような。あるんでしょ。みんなそれぞれ工夫しながら苦労してやってて、うん結構一緒にやる部分もあるんですけど、やっぱ先ほどおっしゃった各社で少し車の構造が違ったり、ちょっと工夫してこう塊をこう少しまとまりを変えたりしてるので、その辺が共通でできる話もあるよね。いっぱいあります。今回こういう場を通してこう法規認証同士が本当に深く結びつくようになったものですから、こういうのを共有していきたいと思ってます。改善を継続し、組織を強くしていくには人材育成も欠かせません。日野自動車ではそのための取り組みも行われています。例えば、この人を育てようと思うと、この申請書作りをまだ知らないよねということで、忙しいグループ長やチームリーダーが教える時間をきちんと細かく確保しながらやっていけるように、計画的に人材育成をやっていきたいと。工程を決めてさ、工程ごとにね、品質の基準とか標準作用を決めたんで、初めて個々の人の能力が評価できるようになったということだね。そうすると、自分がね、次に何すれば一人前になっていくか。それは多能効果につながる。つながるから。ね。それとね、これさ、仕事ってね、なんかね、難しい普通の仕事をさ、難しくして難しい問題解きましたってやつがなんとなく評価されるね。それよりもね、この普通の仕事を普通に簡単にしてさ、ね。やるってことにあんまり評価されないの、誰でもできるよねっていうふうにして簡単にしてあげること、もう同時に考えてくれると、こういうのはもっと生きてくる。最後は2月に新体制が発表されたダイハツ工業です。小型車を中心としたモビリティカンパニーという原点に立ち返り、再発防止の確実な実行を進めています。今回のテーマ認証のですね、現場の仕事は車を受け取った後、試験の準備をしリハーサル、その後公式試験と、こういう順番でしたけども、前工程の停滞を引きずって、計画通りに仕事ができない、つまり車が来ないという状態がありました。加えてこれはもう会社全体の風土としてあったんですけども、日程遵守のプレッシャーというのがあって、認証現場にですね、全てしわ寄せを持っていってしまってたということです。で、死因はですね、設計図面、これがきちんと品質が織り込めてないと、ここに尽きるというふうに思ってまして、現物を作って、罰がつく、切片が滞ると、こういう順番で現場にしわ寄せがいったのかなと思ってます。今回我々はここに現物用意してますけど、なぜ物が多くてですね、認証者全部組み替えるとなると、これはもう仕入れ先さんも含めてかなりの停滞になるということで、このシートを取り上げました。ダイハツは一度でも手戻りがあると大きな停滞を起こしてしまうシートに着目し、物と情報の流れ図を作成しました。トータルリードタイムは789日、工程数が172個、組織数が123個です。まずですね、この初めて物と情報の流れ図を書いてみて、私が感じたことを2つ紹介します。1つ目が、この仕事の流れというのをスルーで初めてこれ全部見て、これを知っている人っていうのはおそらくダイハツには一人もいなかったんじゃないかなと思いました。そう思うよ。これを知らなかったとしたらですね、こういった離れた工程同士のコミュニケーションというのも多分なかったんだろうと感じました。こういう活動を始める前までは、仕事ってきれいに流れているはずだと思ってたんです。ですけども、実際にこう図に書いてみると、なんか図面何回も出したりとか、修正してはチェックしてを繰り返しとか、そういうのがやっぱり見えてきて、正直なんだこれはというふうに疑問に思いました。今回の事例では14種類の停滞が発生していました。その積み重ねが認証の試験現場へのしわ寄せにつながってしまったといいます。
でこの状況をもっと知りたいと思ったので現地現物で確認をしました。それがこちらです。現場の声ですね。ちょっと抜粋しますけども、やっぱ認証試験って衝突とかあるんですけど、一発試験ですごいプレッシャーがこれをもうみんなが感じていると。そのプレッシャーの中にあるにもかかわらず、本当に部品が正しいものについてるのかなとか、正しい試験できるのかなって、こういった不安もあると。こういった極限の緊張感の中で不安まで覚えさせてしまっていると、こういった状況が見えてきました。こういったこのしわ寄せを生んでしまった原因を見ていくと、この評価でたくさん NG が出ているってことが分かってきました。認証試験よりもかなり前の工程である評価での NG、 シートの表皮の燃えにくさ、難燃性未達もその原因の一つです。表皮の材質は合口の車種から変えなかったんですけども、色を変えたところですね、材質一緒なのに燃えやすくなってしまって、評価が NG になったと、こういったことがありました。このような問題を見てきた中で、なんでこの問題ってもっと前の段階で気づけなかったのか、ものを作って評価しなくて分からなかったのか、そこで現地現物で設計の現場に行ってどうしてということを確認しに行きました。そもそも知見がちょっと足りなくて、やっぱもの作ってみないと分からないんですと、そういった話がありました。こういったところでこの認証試験現場にしわ寄せを発生させてしまったこの死因というのは、図面で品質が作り込めなかったからだと、ここにたどり着きました。ではどうしたら図面の段階で品質を作り込めるのでしょうか。対策として作ったのは学ぶストアというツールです。縦軸はお客様が求める機能と、法規を満足させるためにの機能を記載しています。でこちらは今まで、有識者の頭に中にあったものを表現しました。で学ぶストアの横軸は一つの機能を満たすために必要な部品と良品条件を結びつけるツールです。縦軸を見ますと、一つの部品で必要な機能が新入社員でも分かるようになると思います。機能と良品条件を結びつけた学ぶストアを現場との共通言語として学び合えるコミュニケーションツールとして使いたいと思います。現場が少しでも楽な仕事の仕方ができるように変えていきたいと思います。先ほど例に上がった表皮の難燃性についても早速対策が進められていました。染料の種類が違うことにより難燃剤の付着量が変わるということが新たに分かりました。燃焼性能を見る上で染料の種類が品質条件の一つであることは分かりましたので、図面の方に指示を追加しました。これを現場の人と一緒になって学びながら作り上げていきたいと考えております。およそ2時間にわたり報告されたグループ各社が抱えていた課題、そして TPS を用いて進めている改善策。年内には節目の進捗を共有する場が設けられる予定です。今までできていなかったことがだんだん見えてきたなということもあります。で今日皆さんにお見せするのもどうかなっていうぐらい基本的なことが残念ながら私たちは現場に任せっきりになっていました。でそれが分かって恥ずかしいんですけれども、でも一歩ずつ変えていこうというきっかけになったということは本当にありがたいなというふうに思います。TPS のものと情報で本当に日野自動車の中でも開発から最後の認証までなんとか情報がつながって課題が見えてきたという今入り口にようやく立てることができました。日野82年で1回もやったことがないんじゃないか、光が当たったことがないんじゃないか、こういうふうに整理されて初めて一緒につながって効果が出ることがたくさんあるんだと思いました。強く感じました。ですからこれを続けていきたいのでぜひよろしくお願いします。私から以上です。皆様おはようございます。ダイハツ工業の井上と申します。また3月からですので新米なんですけれども、今回この TPS の自主研3社で勉強させてもらいまして、気づきがたくさんありました。グループビジョンで18社をひっつけるということをですね宣言いただいた我々自身が
いろんな階層ありますけれども、我々自身が先につながって、先に、一歩前に行ってで見てもらえるようにですねならないといかんなというふうに本当にちょっと感じております。今日それが感じたことです。ありがとうございました。以上です。はい、皆さんこんにちは。ここまでやってくれたね全ての人にまずは感謝申し上げたいというふうに思います。この不正問題っていう言葉がね強烈なんですよね。だから今回認証不正と言われた時に認証ってそもそも何よと、それでその認証というものがどっか行っちゃって不正というものだけが人々のあれに残ります。私自身もね認証って実は何ってことはよく分かってませんでした。で今私が理解している認証というのは、トヨタもダイハツも日野もそしてそのね食器さんも、トヨタグループはみんなね量産メーカーなんですよね。量産メーカートヨタグループで約1000万台の車を世界中にグローバルに供給し1000万台の車を1年間にですよ作ってるような量産メーカーの塊なんですよ。で量産する時にやっぱり動くものというのはね危険なのでやっぱりある程度のねルールがないと安心安全に乗れないよね。そして車イコールね一時期は排ガスだっていうふうに言われてやっぱり安全面環境面においてある程度のルールを合致すれば量産していいよというのを通るのが認証なんです。何百種類何万種類とあるねあるスペックの中からこことこれとこれとこれをやっとけばほぼ安全と環境に対しては量産段階になっても使っていただく方を不安にさせませんよというのが僕は認証の重要なところだと思います。これで皆さんが自主研をやってくれたおかげで本当に分かってないことがいっぱい分かったと思うんですね。ここで分かり始めたってことは一歩前進だと思います。企画開発製造事業全体に及ぶ話を今回この物と情報の流れ図というものを作ったことによってみんなが興味を持って見やすいね対話ができる場井戸端会議所みたいなものがねできたんだというふうに思います。品質を未来永劫守り続けるためにはやっぱり異常管理なんですよね。今回は品質を作り込む基準ができたと思います。基準ができたっていうのはまだ道半ばだと思いますね。基準ができる動きが始まった、ね、だからいろんなご説明を聞いてる時にやりきってくださいよやりきってくださいよでやりきったところでまた新たな変化点が来るとそれはねメンテナンスしなきゃダメですよ。だからこれね一回この足に踏み入れたらもう抜け出せませんから、ね、だからこれもやり続けるしかないです。この仕事はみんなが注目されてる時にやる仕事じゃありません。注目されてない時でも着実にやり続ける必要があります。モビリティというその商品を扱ってる我々っていうのは人の命を運んでます、ね、だからその命を安心して預けれるというブランドメーカーにやっぱりなることこそがねそしてまたそのバトンを渡していくことこそが我々がこの業にね身を置いたそして人生の大半の時間をねこの業種に捧げたねことだというふうに思いますのでぜひともねみんなが前向いて明るくいけるようまずはこの自主研というものをねしっかりやりきり他のグループにも波及する、ね、そして自律的自浄的かつ永続的にね会社がいいように回っていくようぜひともご協力いただきたいなというふうに思いまして好評ではなかったですが挨拶に返させていただきます。ありがとうございました。
トヨタ自動車でも TPS 自主研は始まっています。今日も秋夫さんはグループの責任者として現場を回っています。この車でやってきた時の形態としてはちょっと今日大きく4つご紹介するんですけども、 CV 車というもので実車初期評価でボディが狙いと異なる変形をしてしまいました。でそれがために後工程が切片っていうものが入ってデータ発生して認証者にも迷惑をかけてしまっているというのが実態ですと。でじゃあここを防ぐためにっていうと、ここの CA をしっかりやりきるっていうところなんですけども、ここも担当者はもう一生懸命この個社を成り立たせようと、CA を回し続け奔走し続けるというサイクルをしてますので、今回起きた問題の NG になったような部位も検討ここでやれてなかったと。でなんでできてなかったんだっていうと、さらにここに戻りまして、ここでそういった戦略を立てるような検討ができてなかった。でかつ先ほどおっしゃったように、そう早すぎる着手をしているがために、ちょっとここにあるんですけども、ベースのプラットフォームができてない中でもう着手してしまっていたんだよね。こうやってスルーで見たこともなかったんでしょ。そうですね。はい、で認証って言うとさ、この辺だけがね、そうですね、この辺だけが問題になってさ、でここになるためにあとさね、いろいろ関所を作りましょう、監視を作りましょう。そうすると結局さ、ただでさえ長いリードタイムがもっと長くなるんだよ。でもそれが解決策だとしてね、動いてきたんだと思う。なんか一回こうしてね、全体見てみないとさ、どこに滞留があってどうなのというものと情報の流れ図がね、一番みんな当事者意識を持ってさ、やってくれるんだと思ってやってる。いつも監査役をやってるんで、最後の開発の状態いつも乗るんですよね。で今は開発と監査が直立ではなくてちょっと並列的な感じになって、監査をしながらフィードバックを受けながら動くっていうやり方がそれが標準化されているというような状態になってるので、担当者を見ると非常にちょっとかわいそうというか、いや後工程の後工程はっきりさせたいと。そうなんです。やっぱり後工程の方ってアワーで動くんですよ。アワーで時間で動くんですよ。だから何時間後にどうします、何時間後にどうします、何時間後にどうします。で前工程いくとそれが日になり週になり場合によっては月になりみたいな、時間軸が変わってくるので、それは最後の納期がすごい迫ってきてるからでしょ。そうです。使用者が全部ね、それでこの辺の納期をさ迫ってはいるんだけどさ、まだ800何日886だから、あんまり臨場感ないんだろうね。やっぱりその品質を工程で作り込むというのをどれだけやれるかっていうところが勝負だと思ってます。監査で見つけるのではないというのは、品質基準、納品条件にちゃんと入れていくと、監査やらなくてもいい状態を目指したい。それで一番ありがたいな。問題出した人がなんか犯人に最後なっちゃってるんですけど、これ工程スルーで見ると、あれここで決めときゃよかった、ここで決めときゃよかったっていうのがすごい分かってきて、問題を起こすとあれそれ隣でやってたよみたいなところがあるので、決めれるとこ決めれないところはあるかもしれないんですけど、もうちょっとなんかみんなが共通で使える言語を作りたいなって。それと情報共有とかね、そこを見れば分かると。今誰に聞いていいか分かんない。でも隣の人が同じ仕事やってたとかね、そういうのはね、僕ありそうな気がするんだよな。逆にこれを見てすごいそれがあらわになって良かったなと思いました。だからまずね、何か問題起こった時に犯人を探さない。その現象を見る。そういうまずカルチャーに持っていくことだろうな。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。では終わりをしてね。何をありがとうかっていうと、こういうね、事実を教えてくれてありがとうって、まず第一歩ね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。